お前って本当に要領悪いよな。俺の名前はヒロト。こうやって日々上司の松尾から嘲笑われ虐げられている。この松尾と俺にはある因縁がある。話は10年前。あの夏、俺は会社の同僚に誘われて海を訪れていた。そのメンバーの中にこの松尾もいた。海辺でバーベキューをしたりビーチバレーをしたり、俺たちは楽しい夏の一日を過ごしていた。その海岸は綺麗な砂浜が広がっているのに、人の流れはまばらで穴場的な感じだった。すっかり遊び疲れ、俺たちは帰るために広げた荷物を片付けていた。その時事件は起きた。ねえ、あれって溺れてるんじゃない？同僚が指さす方を見ると、堤防のあたりで手足をバタつかせている女性の姿があった。気がつくと俺は堤防に向かって走っていた。そして同僚たちが止めるのも聞かず海に飛び込んだ。俺は急いで女性の元まで泳いだ。頑張れ、もう少し。俺が女性の元に駆けつけた時、体力が尽きたのか安心したのか、女性は気を失ってしまった。俺は女性を抱えながら岸に向かって泳ぎ続けた。岸に着いた俺の元に同僚たちが駆け寄ってきた。女性はセーラー服を着ていたので、どうやら地元の高校生らしかった。女子高生は水を多く飲んでいたようだったが、かろうじて息はしているようだった。同僚の一人が、おい、大丈夫か？と言いながら、女子高生の頬を軽く叩いている。その姿を横目に見ながら、一気に疲れが来たのと、女子高生が大丈夫そうなことにほっとしたのとで、俺はそのまま意識を失った。気がつくと俺は病院のベッドの上にいた。どうやら溺れていた女子高生と一緒に病院に運ばれたらしい。あの子は、開口一番そう聞いた俺に付き添ってくれていた同僚は、彼女は命に別状はないということを教えてくれた。そしてもう一つ、同僚は非常に言いづらそうな顔で俺に信じられないことを口にした。すごく言いづらいんだけど、あの女の子を松尾が助けたことになってるんだわ。俺は同僚が何を言っているのかわからなかった。同僚によると、俺が寝ている間に警察が事情を聞きにここを訪れたらしい。松尾は俺と女性が気を失っていたのと、直後のゴタゴタで自分の服も濡れていたことをいいことに、女子高生を助けたのは自分だと嘘の申告をしたらしい。実は松尾は会社の社長の甥っ子であり、実家はかなりの金持ちだ。そんなこともあり、みんなが松尾に文句を言えないのをいいことに、手柄を自分のものにしたらしい。俺は松尾のこの行動に呆れ果てたが、正直悔しいとか自分の手柄を横取りしやがってとかいう恨みの気持ちはちっともなかった。あのような状況で人を助けるというのは当たり前のことだと思っていたし、一つの尊い命が助かったことで俺の心は十分に満たされていたからだ。その後松尾は人命救助で表彰され、それに伴い松尾は会社での評価を上げ、その数ヶ月後には昇進を果たし、本人のずる賢さもあってか、その後完全に出世街道を歩き出した。俺はそんなことどうでもよかった。自分は自分のやるべきことをやるだけ。だけど何年にもわたる松尾からのパワハラ的発言が煩わしかった。お前、あのことばらしたらマジでクビだから。その言葉と同じくらい言われ続けてきた言葉がある。お前のその辛気臭い顔見ていると、ほんと気分が悪くなるわ。俺の顔には生まれつき大きなあざがあった。幼い時はこのあざのせいでよくからかわれた。でも両親はそんな俺を本当に大切に育ててくれた。
俺の両親は周りの反対を押し切って駆け落ち同然で結婚したらしい。だから俺には親戚がいなかった。そんな両親だったのに、父は幼い俺と母を置いて家を出て行った。シングルマザーとなった母はそれから女手一つで俺のことを育ててくれた。最愛の父に裏切られたことも影響しているのか、いつの間にか俺の性格も暗いものになっていた。母が天国へと旅立ったのはつい最近のことだ。その後、父が家を出たのは借金取りから俺と母を守るためだったということが明らかになるのだが、母はそのことを知らぬままこの世を去った。それでも母は最後まで父のことを悪く言わなかった。それどころかずっと父のことを慕っているように見えた。俺はそれが不思議でならなかった。うちの会社では3年に1度くらいの頻度で社員旅行が企画される。そして今年はその年にあたる。今年の社員旅行は海の近くに行くことになっていた。考えてみれば、俺は海で女子高生を助けたあの夏以来、海に行ったことはなかった。実に10年ぶりの海である。しかも、ついてみればそこは、10年前同僚たちや松尾と一緒に訪れたあの海だった。美しい砂浜が広がり、波の音が耳に心地よい。ただ、あの頃と違っていたのは、あの頃静かだった海辺はすっかり開発され、観光客で溢れていた。その象徴と言えるのが、海の近くにそびえ立つ大きな高級ホテルだった。そこは俺たちが今日泊まる予定のホテルだった。ホテルに到着し、中に入ろうとしたその時だった。妙にニヤニヤした松尾が、まるで悪ガキが当選棒をするように、俺の前に立ちふさがる。何ですか？そこどいてくださいよ。迷惑そうに俺が言うと、松尾は、万年平社員は隣のボロ民宿で十分だろ。だいたいお前みたいなのには社員旅行自体贅沢なんだよ。と隣の民宿を指さした。松尾が指さしている方向を見ると、そこにはお世辞にも綺麗とは言えない随分と年季の入った民宿が建っていた。俺としては宿泊先などあの民宿でも全然問題ないと思ったのだが、ここぞとばかりに俺のことを虐げてくる松尾の態度が気に入らなかった。俺が松尾のことを睨みつけると、松尾は「万年平社員が偉そうにガン飛ばしてくるんじゃねえよ」と俺を突き飛ばしてきた。一気に辺りの空気が悪くなる。その時だった。すいません。もしかしてあなたは。振り返ると後ろに一人の女性が立っていた。私、あそこの民宿で女将をしているものです。どうやら女性はホテルの隣の民宿の女将らしい。女将は驚きつつ俺の顔を眺めながら、ああ、やっぱり。と一人で何やらつぶやいている。そして女将は、少々ここで待っていていただけますか？すぐ参りますので。と民宿の方に走って行ってしまった。そして女将は一人の女性を連れて戻ってきた。女将が連れてきた女性は女将と同様、俺の顔を見て驚きの表情を浮かべ、やっぱり、間違いないとつぶやいた。そして次の瞬間、女性は深く頭を下げた。同時に女将も俺に向かって頭を下げる。あの時は助けてくれて本当にありがとうございました。私、あの日のことを忘れたことはありませんでした。初対面であるはずのこの女性の行動に面食らう俺。しかし俺はその女性とどこかで会っているような気がしてならなかった。不思議そうな顔をしていた俺に女性は話して聞かせてくれた。10年前、
まだ高校生だった頃、海で溺れた過去があること。そしてそれを助けたのは間違いなく俺だということ。その話を一緒に聞いていた松尾が急に話に割って入ってきた。お嬢さん、それは間違いです。あの時あなたを助けたのは俺ですよ。しかし女性は松尾の言葉に静かに首を振った。当時警察の人にもそう聞かされていましたが、私はずっと何か違うと感じていました。そして今この方を見て確信しました。あの日私を助けてくれた人の顔には大きなあざがありました。そう、この人と同じあざです。私を助けてくれたのはこの人です。女性の言葉に松尾が声を荒げた。お前、いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。あの時お前は気を失っていただろう。助けたやつの顔なんて見てねえんじゃないのかよ。すると女性は凛とした表情で言った。気を失うほんの前、私は確かに見たんです。あのあざ、見間違えるはずありません。そう言って女性は首に巻いていたスカーフを外した。女性の首には俺と同じ大きなあざがあった。その後、俺はホテルの横にある民宿に招かれていた。娘の首のこのあざは生まれつきのものなのです。娘はこのあざのせいでずいぶん辛い思いもしてきました。先に口を開いたのは彼女の母であるおかみだった。特に高校時代はよくからかわれたりしました。本当に辛かった。そう言って彼女は懐かしそうに遠くを見つめる。海で溺れたあの日、私彼氏に振られたんです。そのあざが気持ち悪いって言われて突き飛ばされて、その時メガネを海に落としてしまって、彼氏はそのまま行ってしまったんですけど、私はメガネを拾おうと必死で、そしたら海に落ちてしまったんです。彼女は続ける。あの時私本当に辛くて、このまま海に沈んでもいいと思っていました。だけどその時声が聞こえた気がしたんです。頑張れ、もう少しって。そしたら目の前に人影が現れて、顔ははっきり見えなかったけれど、あなたの顔のあざはしっかり覚えています。だって私にも同じあざがあったから。だから警察からあの松尾って人が私を助けてくれたって聞かされても、なんだかずっと腑に落ちませんでした。この子ずっと言っていたんです。私を助けてくれた人には私と同じあざがあったって。おかみが言う。私、自分のこのあざが本当に嫌いでした。でも私と同じあざがあるあなたが私の命を助けてくれて本当に嬉しかった。こんなあざに負けて卑屈になっている場合じゃない。私もあの人みたいに誰かのことを助けられるような人間になりたい。初めてそう思えたんです。そう言って涙を流し始めた彼女。彼女の涙はとても美しかった。彼女は俺に助けられたと言っていたが、むしろ逆だと俺は思っていた。俺みたいな人間にも人を助けることができる。彼女は俺にそう思わせてくれたからだ。大人になっても俺の顔を好奇の目で見る人はいた。俺も彼女と一緒で自分の顔のあざが嫌だった。そしてそんなことを気にしている自分のことも大嫌いだった。だけどあの日、彼女が生きることを諦めなかったこと、俺は本当に嬉しかった。自分も誰かの役に立てる人間なんだと思えた。俺たちは10年前のあの日からお互いの知らないところでお互いに支え合っていたのだ。それは本当に尊くてかけがえのないことだと思った。社員旅行から半年、俺は会社を辞めてあの民宿で働き始めた。というのも
彼女との結婚が決まったからだ。今の目標は彼女を幸せにすることと、少しでもこの民宿の良さを多くの人に知ってもらうこと。隣が高級ホテルなのはきついけど、この民宿にはこの民宿の良さがある。きっといつかはみんながその良さを分かってくれる。そう信じて日々努力していくつもりだ。そして今はあの時分からなかった母の気持ちが少し分かるような気がする。母は父のことを心の底から愛していた。だから母は最後まで父のことを信じていたのだ。父が家を出たのは俺と母を守るためだったと。松尾はというと、全てがバレた今、信用はガタ落ち。話は社長にまで伝わり、会社をクビになったらしい。年齢も年齢なのと、あの偉そうな態度はそうそう治らないらしく、なかなか再就職先が見つからないらしい。そうそう、クビになったついでに実家も追い出されたらしく、今はボロアパートで貧乏暮らしをしているとか風の噂で聞いた。俺は今まで生きてきた中で一番幸せを感じている。それもすべて彼女のおかげだと思っている。